一番重要なポイントになるんですけども、帰化を希望する具体的な理由についてです。なぜ日本に帰化したいのか、どのような思いを持っているのかを自分の言葉でしっかり伝えます。例えば、仕事の幅を広げたいとか、地域活動に参加したいなど、あなたが実際に思っている理由を具体的に書きましょう。こんにちは、りえこです。去年の帰化申請では、12,248人の人が申請して、8,863人の方が許可されているんですけども、この動画を見てくださっている皆さんも、そろそろ帰化申請を検討しているといった方が多いのではないでしょうか。今回は帰化申請で準備する書類の中で一番お問い合わせや質問が多い同期書の書き方について解説していきます。早速ですが、結論から言います。帰化申請の同期書で審査官が一番見ているポイントは、あなたの帰化に対する意思です。とは言っても、じゃあ具体的にどう書けばいいのと思いますよね。なぜ日本人になりたいのか、そのあなたの思いをどのように書けばいいのか、記載すべき内容と記載方法、そして法務局に提出する前の5つの確認事項を今日はお伝えしていきます。この動画に沿って情報を整理していけば、あなたも同期書が書けるようになると思いますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにして最後までチェックしてみてください。また、動画の説明欄にある公式 LINE からお友達登録していただいた方に、3分で帰化申請の条件が確認できるチェックリストや、4つのステップに従って書き込むだけで、同期書の構成までが自然にできる同期書作成ワークシートをプレゼントしていますので、こちらもぜひご活用ください。まず最初にとても大切なことをお伝えします。帰化申請において、同期書は申請の許可を左右するとても重要な書類になります。他の書類がどれだけ完璧でも同期書の内容次第で結果が変わる可能性もある、それぐらい審査官が注目している書類なんですね。では、そもそも同期書って何なのかというと、その名の通り、なぜあなたが日本人になりたいのかという動機を自分の言葉で説明する書類です。法務局の審査官に住民票や納税証明書といった書類上のデータだけではわからないあなたの人柄や日本への真剣な思いを理解してもらうためのとても重要な書類ということになります。さて、同期書の重要性が分かったところで、じゃあ具体的に何を書けばいいのという疑問にお答えしていくんですけども、実は難しく考える必要はありません。これからお話しする5つのポイントを押さえれば、誰でも同期書が作れますので、ご自身に当てはめて一緒に整理してみてください。では、まず1つ目のポイントですが、来日の経緯やきっかけです。いつ、なぜ日本に来たのかを書きます。例えば、2015年に留学生として来日しました。2018年に結婚し、日本で生活するために来日しました。といった感じです。そして2つ目のポイントは、日本での生活状況です。日本に来てからどんな勉強や仕事をして、どのように生活してきたかを具体的に書いていきます。日本の生活に馴染むために努力してきたことや地域活動の経験などがあれば素晴らしいアピールポイントになります。さらに3つ目のポイントが法令遵守についてです。税金の納付状況や社会保険料の支払い、交通違反の有無や犯罪歴の有無などを含め法的義務を果たしていることを明記していきます。例えば、これまで税金や年金を適切に納め、法律を遵守してきましたといった内容になるかと思います。そして4つ目は一番重要なポイントになるんですけども、帰化を希望する具体的な理由についてです。なぜ日本に帰化したいのか、どのような思いを持っているのかを自分の言葉でしっかり伝えます。例えば、仕事の幅を広げたい地域活動に参加したいなど、あなたが実際に思っている理由を具体的に書きましょう。さらに5つ目のポイントが日本人になったとの展望です。
パが許可された後、日本人としてどんな人生を送りたいですか？どのように日本に貢献していきたいのか、どんな生活を希望するのか、あなたの未来に対する思いや目標を書きましょう。この5つのポイントをしっかり盛り込めば、審査官に伝わる動機書を書くことができます。さて、ここまで聞いて書くべき内容を分かっていただけたかと思います。でも、いざ書こうとすると、どうやって文章にまとめればいいのと分からず、ここで手が止まってしまう方多いようです。でも安心してください。今日は私がいつもお伝えしている一番シンプルで伝わりやすい4段構成を今からご紹介します。文章はこちらの以下の動機書という用紙に書いていくんですけども、全体の文字数はこの用紙1枚から2枚程度で、だいたい600字から900字くらいが目安になります。それでは具体的な構成の話に入っていきます。やり方はとても簡単で、この前のパートで整理した動機書に記載する5つのポイントをこれからお話しする4つの構成に順番に当てはめていくだけです。実際に書き進めるイメージで一緒に見ていただければと思います。まず最初に自己紹介と来日の経緯から書き出します。ここでは名前や国籍などの基本状況を明示した後、来日のきっかけやなぜ日本を選んだのか、その理由や背景を簡潔に書きます。次の段落は、日本での生活状況や法令遵守について書いていきます。ここではあなたが来日してから現在まで日本の社会にちゃんと根付いていて、ルールを守って生活していることや仕事について具体的に書いていきましょう。続いて3段落目が特に重要な帰化を希望する具体的な理由を記載します。なぜ日本国籍を取得したいのか、理由を説明する必要があります。あなたの帰化の意思をここでしっかりと伝えます。最後の段落が日本人になった後の展望と結びになります。将来への抱負や日本人としてどのように社会に貢献していきたいのかを記載します。そして帰化申請を許可してくださいという願いを込めた締めくくりの言葉と、一番最後に記載した日付、名前を書きます。この4段構成で書くと文章がまとめやすくなるので、ぜひ試してみてください。はい、ここまで動機書の内容と構成についてお話ししてきましたが、最後に私が帰化申請をサポートする中で必ずお伝えしているポイントをお話しします。まず、動機書は原則として申請者ご本人が日本語で手書きします。パソコンで作成したものは認められません。字のうまい下手は関係ありませんが、誠実さや丁寧さが伝わりますので、きれいに書くように心がけましょう。また、他の申請書類と照らし合わせながら矛盾がないようにまとめていく必要があります。そして手書きで書く際のポイントなんですけども、きれいな A4 サイズの用紙を準備して、黒インクのペンかボールペンで丁寧に書きましょう。よく漢字についても質問を受けるんですけども、日常的に使わない難しい漢字を無理やり書く必要はありません。基本的な読みやすい漢字を適度に使い、ひらがな、カタカナとのバランスを意識すると良いです。漢字が多すぎると堅苦しくなりますし、ひらがなばかりだと幼稚に見えますので、バランスが大切になります。もし書き間違えてしまった場合は、二重線で消して署名を入れて修正するか、可能であれば書き直すことをお勧めしています。そして最後に提出する前の確認事項をお伝えしていきます。もう少し確認してから出せばよかったっていう話を結構聞きます。皆さんには同じ失敗をしてほしくないので、必ずチェックしてみてください。まず、申請者本人が日本語で直筆で書いていますか？当たり前ですけども、友達や知り合いに代筆してもらうのはダメです。次に、動機書に記載した基本情報ですが、来日した時期や就職日などずれていませんか？小さな矛盾でも申請書類全体の信頼性を損なう可能性があるので、必ず他の申請書類と見比べて矛盾していないかを確認してください。気持ちが入りすぎて事実を大げさに書いたりしていませんか？動機書の内容は面接で質問されることが多いので、嘘はすぐに見抜かれます。そして来日から現在に至るまでの経緯が簡潔にまとまっていて、帰化の意思、伝わる内容になっているかを確認します。
最後に誤字脱字がないか、漢字の使用感だったり、全体のボリューム感も確認します。短すぎると熱意が伝わりませんし、長すぎても読みづらくなります。はい。今日は帰化申請の同期書の書き方について解説しました。同期書作成の道のりが見えてきたのではないでしょうか。最後に今日の内容をまとめます。まず、同期書とは何か、なぜ必要なのかをお伝えしました。あなたの思いを審査官に伝える重要な書類で、記載する内容は来日の経緯やきっかけ、日本での生活状況、法令遵守、帰化を希望する具体的な理由、日本人になった後の展望、この5つのポイントを整理しました。そしてこのポイントを順番に4つの構成に当てはめていきました。最初に自己紹介と来日の経緯から書いていき、日本での生活状況や法令遵守、帰化を希望する具体的な理由、さらに日本人になった後の展望と結び、この流れで書いていきます。最後にポイントと提出前の確認事項を解説しました。今日お伝えした内容を踏まえて順番通りに書いていけば同期書が完成します。とは言っても皆さんの来日のきっかけや経緯も様々ですし、家族構成が違えば日本での生活状況も皆さん違います。自分の場合は何を書けばいいのか悩んでいる方もいるかと思います。ある程度の平均的な書き方は YouTube でお伝えすることができるんですけども、目的や家族構成や仕事内容など当たり前ですけども全員同じではないので、記載する内容も皆さんそれぞれ違います。なので動画の説明欄にある公式 LINE からお友達になっていただいた方限定で YouTube では細かくて話しきれない内容を一人一人に合わせてアドバイスさせてもらっています。こちらの相談会では私の場合は同期書に何を書けばいいのか、帰化申請ではどんな書類が必要なのか、面接ではどんなことを聞かれるのか、もし交通違反をしちゃった場合はどうなるのか、といったことまでお伝えしていますので、ぜひご活用ください。また、LINE に登録いただいた方には、3分で帰化申請の条件が確認できるチェックリストや、4つのステップに沿って書き込むだけで、同期書の構成までが自然にできる同期書作成ワークシートをプレゼントしています。受け取り方法を動画の説明欄に載せておきますので、ぜひこちらを活用して帰化申請の準備を一緒に進めていきましょう。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。